よし、今日からですね、犯人を当ててエンドリスト、エンディングを回収したいと思います。でですね、よいしょ、誰が犯人か考えたんですよ。多分この中にいる誰かだとは思うんですけど、まず神林家以外の人、三木本さんとか、桐子さんとか、外部からやってきた人たちですね。その人たちは、犯人候補から外そうかなと思っていてですね、外部からやってきた、愛好家の人たちと陽子さんはさすがに館の構造を熟知しているとは思えないんですよね。強いて言うなら元さんがいろいろ知ってそうな気はしてたんですけど、神林家もう何十年も住んでる人たちの目を盗んで地下室行ったり、いろんなとこ行って殺人したりっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですよね。家族の行動を把握してるわけでもあるまいし。というわけで犯人はやっぱり神林家、あとめぐみさん、この家に住んでる人たちですね。その中にいるんじゃないかなって思うんですよね。で、前回は幸子ちゃんとよりさんを指名して、見事に外れたと。というわけで残ったのが太郎先生、竹丸さん、なごみさん、さきちゃん、ゆきちゃん、きよさん、めぐみさんってなわけです。でですね、まず太郎先生はですね、一番最初に殺されて、首も頭も、自室にあるって状態なんですけど、この人を強いて疑うならこの一番下の文章の居合の有段者ってところですかね。死体はみんな首切断されているわけじゃないですか。これスパッとうまく切るためにはやっぱ居合の有段者っていう太郎先生ならお手の物なんじゃないかなと、少なくとも他の人たちよりかはうまく切れるんじゃないかなとは思うんですよね。ただもう本当に太郎先生に関してはそれぐらいでさ、他はあんま、もうこれといった決め手がないんですよね。やっぱないわ。そんなわけで次、竹丸さん。この人とは割と長く行動してたような気もしますが、この人も人相が悪いだけでこれといった疑いようもないってところはある。同じようになごみさんもたびたび席は外してはいたけど、この夫婦に関しても特に疑うようなところはないかなって感じですね。考えても思いつかなかった。どっかで毒殺とかあればちょっとなごみさん疑ったかもしれないけど、そんなこともなかったので、はい。で、次にさきちゃん。今のところこの子が第一候補かな。いや、今までの動画見返しててですね、さきちゃんの死体が発見された時、確かさきちゃんって右肩にほくろがあるっていう情報があったんですけど、そのほくろ確認したかなって感じだったんですよね。青いブラウスを着てるからさきちゃんっていう判断だったような気がするんですよね。対してゆきちゃんはちゃんと、ゆうくんがどっちだっけ、左耳の後ろ、どっちか忘れたんですけど、ほくろの確認はしてあるんですよね。で、この2人クリ卒じゃないですか。もう髪とかね、さきちゃん首あったけどさ、ゆきちゃんの髪型変えてしまえばもう
それはもうさきちゃんになりすませるってこともできると思うんですよね。そう。ゆきちゃんにはほくろの確認があるのにさきちゃんにはなかった。で、双子だから入れ替わりも可能だろうっていう、過去にもなんかやったことあるみたいだしね、この2人。というわけで今んとこ第一候補はさきちゃんかなーって気もしてるんですよね。そう考えるとゆきちゃんは候補から外れると。で、次、きよさん。この人は、やっぱナイフ関係、過去に、いじめが原因で、普通にプッツンしてナイフで刺してしまったみたいな話あったんですけど、今までの死体もナイフに刺されてるってことから、きよさんの可能性もなくはない。でもきよさんなんかさしこちゃんと仲良さげだったから、そのさしこちゃん殺すかなって気もしないでもない。きよさんがようこさんを刺したっていうならわかるんですけど、いじめの元だったね。首謀者、そういじめてた主犯格の一人ね、ならわかるんですけど、一応候補に入ってるっちゃ入ってるって感じ。第2、第3候補ぐらいかな。で、最後にめぐみさん。この人もあんまり疑うような余地はないんですけど、強いて言うなら、太郎先生の亡くなった奥さん、神林志乃さんの写真見た限り、似てなくもないなって感じで。ただ、志乃さんの頭と体が今あるかって言われたらもう腐ってるだろうし、ないんじゃないかなとは思う。これは個人的なあれなんですけど、志乃さんと似てるっていうのも、個人的に似てるなって思ったぐらいだよ。本当は全然似てないのかもしんないけど、この人も第2、第3候補あたりかな。というわけで、疑ってるのは、めぐみさん、きよさん、さきちゃん、太郎先生、太郎先生も一応入れとこっかなって感じで、今んとこ第一候補はさきちゃんかな。というわけで、さきちゃん行ってみようかな。いやー、絶対さしこちゃんかよりさんだと思ったんだけどな。さきちゃん、行ってみるか。はい。さあ、入力の画面ですね。ここの入力なんか知らんけどうまくいかないんですよね。あらららら。どうだ。販売先。殺されてるけど、ちゃんと確認したわけじゃないじゃんね。生きているんですよ、販売先は。死んだように見せかけたんです。それが感情に変えた最大のトリックだったんだ。これはないんじゃない？双子の部屋にあったさきちゃんの死体は私たちが発見したじゃん。確かに首のない死体で他の死体とすり替えられた可能性はあるけど、見つかった死体の数がいなくなった人の数と一致してるし、後で頭部の方も見つかってるじゃない。簡単なことですよ。実に単純なトリックだ。発見された頭部も胴体も両方ともさきちゃんのものではなかった。ただそれだけのことです。じゃあ一体誰の死体だっていうのは死体の数がおかしいじゃない。止まった？正しかった？本当に？ってこいってこと？マジ？入るの？いきなりぐさっていかない？は？
その人物は静かに佇んでいた。その鋭い瞳が僕を見据えてる。正解？マジ？ようやくといったところかしら。さきさんでいいのと思う？でもどうしてじゃああれは誰の死体だったというの？ゆきちゃんじゃないかな。さきちゃんとゆきちゃん、うり二つの一卵性ソーセージ。髪型と服装以外で何か見分ける方法はないのかと僕は番宣会の時母親であるなごみさんに尋ねました。なごみさんは教えてくれましたよ。さきちゃんとゆきちゃんの身体的特徴はほくろにあると。さきちゃん右肩に、ゆきちゃんそう左耳の裏だ。そうゆきちゃんの方確認してる。さきちゃんは確認してなかったはず。そう確認してた。左耳の裏に確かにほくろはありました。だから間違いなくゆきちゃんは死んでる。さきちゃんはどうでしょう。きよさんの部屋できよさんの死体と一緒に2つの首が見つかりました。1つはめぐみさんの首、1つはさきちゃんの首と僕らは勘違いしていたんです。そこも確認してなかったよね。さきちゃんの首だって思ったってぐらいで。注目すべきはあの首が発見される前にゆきちゃんの死体が消えているということで。消えてた。あんたはゆきちゃんの死体の首を回収し、右頭部の髪の結びをほどき反対側の左頭部に結び直したんです。そうすることでゆきちゃんの首はさきちゃんの首になり変わる。あなたはそれを関谷さんの首と一緒にあの部屋の棚の上に置いた。ほくろで識別できるという情報は僕がたまたまなごみさんから聞いていた情報。本来ならばその情報を知っているのは神林家の住人のみだったはずだから、あの首のすり替えトリックはゆりさんやきよさん、神林家の一族全員が殺された後に行われたんだ。そういうこと。このタイミングでなんでだろうって思ったけども、神林家の人間に見破られるのを避けるためにだ。しかしあなたはさらに保険をかけた。ほくろで識別できるという情報を他の誰かが得ている可能性を考慮して首を棚の上に置いた。高所に行けばわざわざ耳の裏を確認することはないと考えたんです。当然あの棚の上の首は本当はゆきちゃんの首だから左耳裏にほくろがあったはず。ちょっと待ってよ。じゃあさきちゃんの死体の胴体部分の方はどうなの？胴体の方も右肩のほくろを確認していたじゃない？確認してなかったよね。見たの？あれ？ブラウスだけじゃなかった？あれ？左耳の裏にも先はですね、右肩。なごみさん。すごい、全然勘違いしてた。確認してないと思ったけど、そうか、なごみさんもか。なごみさん胴体。なるほど。それはどうなの？同じぐらいなの？なごみさんは年の割に若いガキンでした。肌も綺麗でしたね。それに海に沈む死体をそんなにまじまじと観察することはありません。確かに。ただでさえさきちゃんの服を着てさきちゃんの部屋にある死体ですからね。さきちゃんの死体だと思うのが普通ですよ。ただ一人だけ死体をしっかりと観察しそうな人がいましたね。キリコさんか？そう、キリコさんか。もしかしたら彼女はあの死体を観察し、その異変に気づいていたのかもしれません。キリコさんなら気づいた時点でみんなに言うんじゃない？キリコさんはあの直後に行方不明になっています。おそらく姿が見えなくなった時点で殺されていたはず。謎に迫ったがために早々に殺されてしまったんです。なるほど。面白いわね。じゃあ私たちがなごみさんの死体だと思っていた死体は誰なのよ？13人。いや、あなたを除けば12人。一晩で12人もの人間が一人の人間の手によって殺された。これは日本の犯罪史に残る大事件になるでしょう。まだわからないわよ。あといくつ死体が増えるか。この異常な死体の数、と横たわる死体の山そのものがあなたの仕掛けたトリック。あなたを死んだように見せかけるための布石だったんだ。どういうこと？手違いですよ。あなたは死体をトランプのカードのように扱い僕たちの目を欺いた。名探偵ユウ。まず殺された人の中で死体を取り替え不可能である5人の人物について考えます。取り替え不可能。他に似たような体験の人がいないような人のこと。太郎さん。男性の老人。いないね。女性でしたら滑腹のいい体型でした。滑腹がいく小柄な体型の人は関谷さんだけ。竹丸さんは男性で大柄な体型。
登山が趣味だそうで、いかにも山男という感じでした。彼も他に同じような体験の人はいませんでした。もちろん幸子ちゃんも。他は大人しかいなかったので、小学生と死体すり替えるのは不可能です。上山さんは中肉中背のどこにでもいそうな体型の男性でしたが、今回の事件で殺された人間の中に同じような体型の人はいませんでした。よってこの5人は死体をすり替えられた可能性はない。したがって発見された死体は全て本物であり、彼らはすでに死んでいる。明らかに犯人ではありえない。さしこちゃん疑ってごめん。あと太郎先生とめぐみさんもごめん。女性たちについてですね。ほう。確かに女性陣は確かに多いし、似たような体型も多そうだよね。まずこのグループの中で最初に殺されたのはさきちゃんではなく、先ほど説明した通り死体発見の少し前から姿が見えなかったなごみさん。なごみさんは首を切られ、胴体にさきちゃんの服を着せられて双子の部屋に置かれた。さきちゃんの死体として。では談話室にあったなごみさんの胴体は本当は誰のものだったのか。ゆきちゃんのもの。ゆきちゃんは時点ですでに殺されており、なごみさんの和服を胴体に着せられ、なごみさんの死体として談話室に置かれた。ではゆきちゃんの首と一緒に見つかった胴体は誰のものか。次に死体が見つかったキリコさんのもの。つまり僕たちが東へ出かけていくよりも以前にキリコさんは殺されていたことになります。そして胴体だけはゆきちゃんの死体としてゆきちゃんの首の横に置かれた。あと同じように元さんの胴体はキリコさんの服を着てキリコさんの死体として、ゆきちゃんの出演された胴体が元さんの服を着て、で陽子さんがよりさんと、陽子さんはきよさんと、残ったきよさんは停電の前に消えた死体が2つありましてね、紛らわしいので2セットと言うべきでしょうか。ゆきちゃんとキリコさんだと思われていた 2セットの死体。キリコさんの死体は鳥山さんの死体と一緒に発見。ゆきちゃんの死体は先ほど説明した通り、首の部分は髪の結び目を左右変えられて、さきちゃんの死体としてきよさんの死体やめぐみさんの死体とともに見つかる。こうしてさきちゃんは自らが死ぬことなく自分の死体を出現させてみせた。で残った胴体がきよさんの服を着てきよさんの胴体として発見される。自分を死んだことにするためにここまでのことをしたというの？よく考えてみたらヒントはあったんです。あった？僕たちがさきちゃんだと思い込んでいた死体、あの死体だけ他の死体と違い頭部と一緒に左腕も切断されていました。それは左腕。あれは犯人の本当の目的を分からなくするためにやむなく腕ごと切断したんです。ということ。本当は指一本切断するだけでよかったはずなんですよ。まさかあの死体は本当はなごみさん胴体だった。今回の事件唯一の既婚女性だった彼女の左手の薬指には結婚指がはめられていましたね。わざわざ画像で出してきたもんね。晩作の時にそのことについても話していました。言ってた。指がむくんで外れなくなったって。なごみさんの首から下はさきちゃんの死体として僕たちの前に提示されなければならない。そのためには薬指を切り落として指を取り外す必要がある。指だけ切断したのではその指をたやすく推理されてしまうから腕ごと切断。そして指輪はゆきちゃんの左につけられ、なごみさんの首と一緒に僕たちの前に現れた。この大掛かりな死体交換取り組みは一つ重大な欠点があります。そうだね。着せ替えは大変だ。死体の服を着せ替えるのは大変なことで、しかも見つからないように急がなければならない。実はこのグループの出陣の最後はきよさんだったのにも意味があるんです。なぜなら彼女はいつも和服を身につけていたから。和服はめんどくさいね。他の死体はいざ知らず、きよさんとして発見される胴体は何時間も前に殺されたキリコさんのものだ。死後硬直。死体の筋肉は硬直していくんですよね。確かに青年期の死体で気温の低い今の季節、通常よりも死後硬直は早まるはず。だからきよさんの死体として見つかった胴体は和服の下を着ていなかった。死後硬直で着せるのが大変だから。
死後硬直が始まっている死体に洋服を着るより和服の方が着せやすいと考えたんでしょう。だからキヨさんは最後に殺されたんだ。あー、なるほど。ほんと周到だな。あー。いや、本当だよ。よくわかったな。いや、さきちゃんが残った人の中では怪しいなとは思ったけども、ここまで考えてはいなかった。どうだった？私のピアノ。私も昔ユキと一緒にピアノを習っていたんだよ。ユキの方がうまかったけど。どうしてこんなことを。推理小説を初めて読んだのは7歳くらいの時だったかな。おじい様の作品を読んだの漢字が多くて難しかったな。私は幸子みたいに天才じゃないから本を読んで理解するのに時間がかかったわ。何のためにこんな事件を？でもすぐに夢中になった。やっぱりおじい様やお父さんの血を引いているのね。ゆうさんたち東山まで行ったんでしょ。どうだった？雨だったから景色は見れなかったかな。晴れていれば景色がいい場所なんだよ。空気も美味しくて、幼い頃はよくあそこでユキやおじい様と遊んだの。どんな動機がいい？動機がない？人を殺した動機。全ての暴力がバレて追い詰められた犯人はどんな独白をすればいい？ふざけているのか？ふざけてなんかいないわ。レオナさん言っていたよね。動機を考えることに意味はないって。それ私が幸子ちゃんの部屋で言ったことじゃない。なんであなたが知っているの？まだ気づかなかった？この屋敷の至るところに盗聴器が仕掛けられていたんだよ。マジか。あなたたちの会話は大体把握していたわ。そういう仕掛けがあったから他の人に見つからず暗躍することができたのね。あなたたちが地下通路を見つけるまではそこに隠れ潜んでいたんだけどね。そんな話はいい。なんでみんなを殺したんだ？怨恨、金銭トラブル、隠された過去、復讐、地上のもつで夢、野望、欲望、誠実さはどんな動機があれば納得するの？あなたたちが納得する動機を喋ってあげようか？いや、別に納得できるものじゃなくてもいいですよ。何言ってんだ。納得することに何の意味があるの？納得をするような動機があれば殺人を犯していいの？巷にあふれる事件も推理小説の中の事件も人々は皆動機を知って安心したがっている。なんとなく理解できた気になって安心したいだけ。そうじゃないの？動機がないわけないだろ。他人のことを理解できるなどという幻想を抱いている人が動機を求める。人の心を求める。愉快犯。殺したかったから殺した。それではいけないの？まあそれも立派な動機よ。楽しかったか？あなたは生きるのが楽しい？あなたは何のために生きているの？自分のしたことが分かっているのか？自分の親や妹たちまで手にかけたんだぞ。お父様にもお母さんにも感謝しているわ。優しくて平凡な両親だった。あんな幼い幸子ちゃんまで。あの子は紛れもなく天才だった。太郎おじい様やよりおば様のように神林家の特殊な血が作り出す天才児。私は10歳も年下のあの子を尊敬して畏怖していた。そして可愛がっていた。あの子の言うことなら何でも聞くわ。そんなに可愛がっていたのはなぜ殺したんだ？ユキは私のことをどう思っていたのかな。同じことを考えて同じことを感じていたと思っていたのかな。周りの人もきっとそう思っていたでしょう。双子だから似たようなことを考えて似たようなことを感じていると。人を固定化した人格として理解したがっている。それがステレオタイプの正体。私とユキは全然似ていなかった。外見はこれ以上にないくらい似ていたけれどね。彼女は私よりもほんの少し明るく社交的だった。私は幼い頃からその違いがどこから来たのかを考えていた。結局私が長女でユキが次女であることに原因があることに気がついた。私は幼い頃から莫大な財産とこの家を相続することが決まっていたんだ。へえ。その代わり人生にある制約が課せられていた。長女の私には幼い頃からすでに言い名付けが決められていたの。こんな時代なのに古風でしょ。いつの時代の話だよ。こんな田舎のこんな家だからね。相手は同じような資産家の息子。人は誰も生まれてくる時代と場所を選べない。お父様の結婚に関していろいろあったらしいから私の時は早くから決められていたそうなの。だからね、この事件に特に理由はないけど強いて言うなら壊してみたかったのよ。神林家を、全てを。自分を取り巻く環境を、自分を取り巻く世界を壊してしまいたいと思った。今までと違うものを見たかった。日常が一変し世界がその形相を変えるその瞬間を、その刹那を、そして自分自身をも壊してみたかった。あなたは狂っている。
そうかもしれない。でもみんな同じ。みんな狂っているようなものじゃない。長期と狂気の違いなど曖昧なもの。あなたたちは感じないの？世の中のどこに狂っていない人がいるというの？世の中の競争と矛盾、虚無、万難、情報の洪水の中で人は透明な存在になっている。今まで積み上げてきたもの、これから手にするであろう未来、それら全てを自分の手で壊してみたくはない？僕には理解できない。自分自身の枠を超えるための行為、私にとってそれが今回の殺人ゲームだった。ゲームのつもりだったと言いたいのか？これだけの事件を起こしておいて。楽しかったこの惨劇のゲーム。ゲームは楽しい。ずっとゲームをしていられたらよかったのに。人は何のために生きるんだと思う？人が生きることにもともと意味はない。意味はその人自身が付加するもの。楽しいことだけをしていたい。わかる。生きることに意味がないのなら楽しさだけを追求していればいいじゃない。僕もゲームは好きだけど、私もゲームが好き。人間の本質は娯楽にある。そしてゲームとは極楽の極北。楽しかった。でもそれももう終わり。この家に火をつけてどうする気なんだ？証拠に隠滅か。生きてここまで来ることができたらあんたたちはゲームクリア。おめでとう。これでおしまい。どちらにせよこの屋敷を燃やし尽くして私も死ぬ。あなたたちは逃げたければ逃げればいい。死ぬ気なの？バッドエンドもハッピーエンドも視界に過ぎない。幸福が視界に基づく曖昧な価値観であるように。わあ、火の手がそこまで。早く逃げないと火に飲まれて死んじまうぞ。私は今とても幸せ。さきちゃん一緒に逃げよう。来ないで。さきは大きめのナイフを取り出して、僕たちに向けた。さきナイフを掴んで彼女の手が小刻みに震えているのが僕には分かった。何から逃れるというの？死から？誰にもそんなことはできない。私たちは生きているから。架空のキャラクターではなく生きた人間だから。命あるから死ぬ。私が逃げ出すことに何の意味があるの？これだけのことをやった人間がどう裁かれるか分かるでしょう。そうでなくても人は死ぬ。今死ななくてもいつかは死ぬ。それか早いか。だからこそ私は遊んでいたかった。で、脱出しよう。時間の許す限りずっとゲームをしていたかった。くそ。始めたゲームはいつかやめなければならない。そしてゲームを終えたその時に現実のゲームが幕を開ける。これでよかったのよね。はあ。これはトゥルーエンディングってことでいいのかしら。僕たちは炎が燃え広がる屋敷から慌てて脱出した。やがてほどなくして完売式は炎に飲まれていった。幸いにも雨は小降りになり夜明けも近かったが、それでも外気は冷たく、僕は燃えゆく屋敷を見つめているような先輩の体に寄り添った。先輩の体は冷え切っており、表情には苦痛の色が浮かんでいた。あの子、さきちゃんを助けることができなかった。殺人を止めることができなかった。みんな死んじゃったわ。先輩と僕がいるじゃないですか。僕たちは生き残ることができたんです。助かったんです。そうだ。一番最初のエンディングは悪夢を見た挙句殺されたぞ。今はただそれだけを喜びましょう。命あることを喜びましょう。スタッフロールだ。いやー、まさかさきちゃんで会ってたんだ。いや、残った人たちの中から選ぶならさきちゃんだったけども、でも死体の胴体すり替えトリックは見破れなかった。なるほど。スライドさせていったってことか。右肩のほくろ？左肩だっけ？右肩か。ほくろって確認してたっけ？してなかったような。見逃しちゃったかな。とりあえずこっからは
多分名前入力画面でいろいろエンディングが分岐すると思うので、いろんな人たち入力していこっか。 Thank you for playing おしまい。終わってしまった。エンド1、命あること。およ。エピローグ的な？お待たせしました。すみませんね、小野先輩。遅いよ、待ったんだから。雑誌の取材が思った以上に長引いてしまいまして。あんな怪しげな雑誌の取材なんて断っちゃえばよかったのに。どうですか最近。もう落ち着きましたか？まだ毎晩悪夢はやめろ。悪夢はやめてくれよ。そうだよね。有名人になるよね。テレビとか雑誌とかって思っていた以上に情報がいい加減なんですね。事実と食い違った報道をよく見ますよ。真実は当事者の中に。昨日ね、何ですか？さきちゃんの高校の先生が私を訪ねてきたの話をしたいって。ほうほう。なんか聞いたんですか？さきちゃん女優になりたいって言っていたじゃない？映画研究会で映画も作っていたんだって。演技が上手くて結構期待されていたみたい。先輩、なんだか痩せない気分になっちゃってさ。元気出してください。もう終わったことなんですから。さきちゃん演技の天才だよ。でも本当にあれで事件は解決したんでしょうか？まだなんかあるんです？なんだかまだ終わっていないような気がするんですけど、気のせいですかね？なんかあるの？何言ってんの？事件は解決したじゃない。ちょっと許せない終わり方だったけど。そうですね。もう終わったことですから気にするのはやめましょう。行きましょうか。どこ遊びに行く？ではどこ行きたい？ゲームセンターに行きたい。たまに外に出たのにまたゲーム？これだからゲームオタクは。ゲームオタクではありません。ゲーマーと呼んでください。じゃあ行きましょう。はい。なんかあるの？いや、意味なくこんなセリフを出すわけがないからなんかあるんだろうけど。ありがとうございます。楽しかったです。怖かったです。悪夢はやめてください。26と27だけ色が違うね。とりあえず神林家殺人事件は一旦これで終わろうかなと思います。で、個人的に裏でちょっとこのエンドリストを埋めていって、ツイッターかどっかで埋めたよ報告するぐらいになりますかね。というわけで次回、次のゲームですね。次のゲームまだ決まってませんが、スチームの積みゲー消化にしようかな。考えときます。それではご視聴ありがとうございました。